はい、こんにちは。折口教授です。日本から帰ります。はい、ちょうど今パッキングが終わったところですね。はい、はい、荷物は多いですか？多いです。今回タイトルにもある通りすごく短い滞在だったと思うんですけど、発表までの裏側と改めて発表してからいろいろな反応を見られたと思うので、心境を聞いていければと思います。じゃあまずちょっと遡って、発表前に出した動画、こちらの動画ですね。この時が、ちょうどUFC に堀口教授が行くんじゃないかっていう記事が出て、急いで撮らせてもらった動画なんですけど、ここからちょっとどういう感じで進んでいったかっていうのをもう一回振り返ってもらえればと思うんですね、裏側を。なんか記事が出るのがね、早かったよね、ちょっと。一番最初はモカエフ選手です。何言ってんだよ。もう一回一回ね、なんか練習来たんだよね。言われてしまったことに関してはどんな感じでしたか？向こうも本当に出ると思ってなかったんじゃない？ UFC に。そうなんですかね。多分。情報行くのかな。だって、愛人さんが、教授はちょっとわかんないみたいな。そうなると、ってなるんじゃない？堀口教授はもうないよっていうことを把握しているっていう感じでしたよね、言い方としては。そうでしょ。じゃあ向井選手とは先週の時に ATT で話したぐらいなんですか？まあそうだね。やっぱ注目されてるからね、そう言いたくなる人もいるわけでさ。だから要は注目されてるってことじゃん。だからまあいい風に捉えたらいい風じゃん。だからいいんじゃないとは俺は思ったけどね。話を出されてそう。タイミングみたいなところはありましたけどね。まあでも俺がはい出ますって言ってるわけじゃないから、確信はついてないから、まあいいんじゃないの。その時点ではファンの方はどうなんだろうっていう、話半分にっていう感じだった。でそこから記事が出たわけですよね。で動画を出して、で本当にその時点ではまだ確定していなくて、自分のオーナーと話して発表していいよってなったんで発表することになりましたね。榊原さんと話して発表のタイミング、ちょうどね元谷さんも試合だし、そこで発表しちゃおうっていう話になりましたね。はい。1週間切ってましたもんね、飛行機を急いで取って。アプリで撮れるからすぐ撮れる。それはそうですけど明日明後日ぐらいにもうねフライトだみたいな感じで撮ってね。で3日前ぐらいに香川に移動して、ちょっと疲れも出てチエンド来てから約今日でもう1週間、ちょうど1週間で帰るっていう感じになるんですかね。そんな流れで発表まで至ったと。発表の日もいろいろと大変でしたね、ちょっと。そうだっけ？はい、ギリギリじゃない予定だったんですけど、発表の休憩のタイミングの前の2つの試合がかなり早く KO で終わったので、急いでくださいみたいな感じで裏口から走っていったの覚えてます？でも俺はあんま走ってなかったじゃん。はい、走ってなかったですね俺は走ってなかった。バタバタでしたけど、実際に言う時の心境とかはどうでしたか？いや別に普通、このまま平常心、いつもの教授だったみたいな、ニュアンスのコメントありましたね。あんまり別になんだろうな、そこがゴールじゃないからね。やった取ったベルトじゃないから、いけますっていうだけだし、そこで目指すはベルトだから、スタートライン立ってましたっていう、ただそれだけだから。発表した時の会場の声援はどうでしたか？どうなんだろう。普通に盛り上がってた感じかな。香川の会場の皆様、温かい雰囲気でしたよね。格闘技ファンの方どのぐらい来られてるかとか、ちょっとね、どういうお客様層になってるんだろうっていうのはちょっと思ってたんですよ。だけどすごい歓声で、ありがたいなというか、すごい歓声だなっていう。満員でしょ。ソールドアウトだったみたいですね。すごいよ。どうでしたか、榊原さんの言葉は？なんかニック QC のベルトをね、教授に取ってもらって、その後に帰って来てもらえればいいかなみたいな。それまでは僕たちでリングを守ってます。そう。どうでしたか、そのコメントを聞いて？お願いしますって感じ。お願いします。守っててくださいと。そう。僕は取ってきますと。そう。なるほ
香川も弾丸でその次の日のめちゃ早朝に帰るというね。形で、うん。うどんだけ食べれましたね。ね。はい。うどんどうでしたか？うまかったね。発表を迎えて、SNS でもすごいたくさんの方にリアクションいただいたり、どうですか反応は？反応どうなんだろう。まあいい反応なんじゃないみんな。ね。みんな頑張れとか、そういうメッセージが多くて、しっかり結果を残してこようと思ったって感じかな。次の試合はまだ決まっていないので、引き続き通常通り練習していく形でしょうか？通常通り運転と通常通り運転。ロイに会う。機種が経ったんだっていう感じじゃない？あと今回日本ちょっと寒かったですね、いる間。寒すぎマジで。ずっと言ってたじゃん俺一人で。寒っつって。でもね、清治さんが来る前はめっちゃ暖かかったんですよ。UFC での初戦に関しては、決まったらまた皆さんにお伝えするっていう形ですかね。はい、そうです。どの選手と対戦になってもっていう形ですか？まあね、やっぱ選手によって対策練習が違うんで、誰でもね対策できるような練習はしてるんで、誰でも来いって感じですね。でももう早速いろんな選手が名前を挙げてくださってますね。そうなの？対戦相手っていうわけではなくて、このマッチメイクがいいんじゃないかとか、それこそデメトリアス・ジョンソンが言ってたりしましたよね。このマッチメイクがこうなるんじゃないかみたいなのとか。意外と盛り上がってていいんじゃない？っていうかそんなに俺のこと知ってる人いたんだって感じだよね。ファイターでもそれはずっとやっぱり海外でもね試合もしてたし、注目している方もたくさんいらっしゃるんじゃないですかね。不思議だよね。不思議ですか？だって俺が UFC を見てて出てた選手が、名前を出してるわけじゃん。俺はそんなとこにいたのかみたいなとか。そう。でも本当ファンの人はそういうのすごい嬉しいと思いますけどね。なんかさ、あんまりさ、俺はやってることはやってんだけどさ、なんか人事なんだよね。なんかわかる？なんか人事っていうかなんて言うんだろうな。なんか俯瞰してるところありますよね。なんかね、そうなんだ、すごいねみたいな。だからあれかもしんないね。なんかアンチとか言われても、そうなんだっていう感じなのかもね。アメリカだと空気って違います？種類は違うよ。向こうは賭けがあるから。面白い試合じゃないと、盛り上がる試合じゃないとダメみたいな。清治さんがいた時の UFC と何かその試合する環境として、例えばリングとかが変わってるとかそういうことは全くないんですか？ないと思うよ。じゃあもう本当にあの時のケージか、あの時のケージに戻るっていう。 UFC のケージはどうなんですか？広い。だからやりやすいよ、俺にとったら。多分一番広いんじゃない？その格闘技団体の中で。なるほど。言える範囲でどういう点でやりやすいですか？足使う選手はステップ使いやすいんじゃない？もちろんね、榊原さんもすごく今回までサポートしてくださって、そしてATT のオーナーのダンもすごくサポートしてくれましたけど、何かダンから決まった時というか言われましたか？嬉しい感じで伝えてきてる。いけるぞ教授。もういけるぞ教授って。マイクも喜んでくれてますね。どうなんだろう、喜んでたかな。当たり前だと思ってるからマイクは。怒涛の1週間を経てまたフロリダに戻りますけど、体に気をつけて、無理しすぎずに練習頑張ってください。皆さんにいろんな反応いただいたと思うので、カメラに一言お願いします。皆さんありがとうございました。しっかりとね、結果残すためにまたアメリカに行ってきます。またねー。どうですか？何時間フライトですか？考えたくもない。考えたくもない。19時間ぐらいでしょ。19はないし、8時間合わせて。また
帰ります。またねじゃあこれから新しいスタートではい世界でも頑張ってください。はい、頑張ります。はい、またね